ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、XG シューティングスターザ・ファーストテイク、こちらを見ながら歌声分析していきたいと思います。つるさんのラポネボーカルルーム。さあ、XG の歌声分析動画1週間ぐらいね、すいません、ちょっと時間が空いてしまいました。リクエストの方をね、たくさんいただいていたのにお待たせして申し訳ございません。今回はですね、シューティングスターをどこよりも丁寧に、そして細かく歌声分析していきたいと思っておりますので、アルファズの皆さん、どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いします。そして最近私、つるさん、XG がですね、日に日に大好きになっております。もう車の中の BGM はですね、ほぼ XG でございます。で、時間を見つければ XG。気分転換をしたい時に XG みたいな。生活のね、中心が今 XG になっているんですけど、僕もアルファズの仲間入りができる日はそう遠くはないかななんていう風にね、ワクワクしているところでございます。さあ話はね、今回の動画の本題の方に移っていきたいと思うんですけど、XG シューティングスター、こちらね、リクエストいただいておりました。で、ザ・ファーストテイクでも歌っている動画があるということでですね、今回ザ・ファーストテイクの方をチョイスしました。で、原曲とザ・ファーストテイクどのような変化があるのか、この辺もですね、非常に楽しみです。今回リアクションする動画、まだ見ていない方はですね、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひクリックして見てみてください。つるさんのラポネボーカルルーム、こちらのチャンネルは私、つるさんが大好きなラポネ所属アーティストと、現在つるさんが気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声解説動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速 XG シューティングスターザ・ファーストテイク歌声分析していきたいと思います。さあ、これから歌声分析始めていくんですけれども、歌い出しから流します。ですが、動画のね、最初の方には、XG の皆さんのね、素敵な入場シーンだったり、マイクチェックの様子、そしてやっぱりね、少し緊張してるのかな、そういった空気感をね、感じられるシーンとかもありますので、概要欄の URL からですね、ぜひ飛んで最初から見てみてください。では、いきますよ。今はね、ワンフレーズ、イエー、おのところなんですけど、短いフレーズにもかかわらずめちゃくちゃかっこよかったですよね。これはですね、言葉の間にですね、ちっちゃいつが入ってます。このちっちゃいつが音楽的にどういう役割をするかというと、休符と言われる役割を果たします。で、休符が入るとですね、その後の言葉っていうのが強い音に変わります。音楽上アクセントって言うんですけど、このアクセントとアクセントじゃない弱い音があるから、フレーズにですね、躍動感だったりかっこよさっていうのがどんどん出ていきます。次いきますよ。かわいい。もう素の感想が出てしまいましたね。XG。ここのね、フレーズの最後の音を、こう、ゆっくりとしゃくっていって、途中で裏声に切り替えてるんですね。この裏声に切り替えた瞬間にですね、もう最高の可愛さが表現されてますよね。じゃあ次いきますよ。かっこいい。一回ここで止めますね。この子がジュリンさんかな？名前ね、少し覚えたんですけど、名前を覚えた時にですね、チェックした動画と、このね、シューティングスターザ・ファーストテイクの時のね、見た目の雰囲気がですね、ものすごく変わっていて、顔と名前がね、一致してるかどうかちょっとね、不安なんですけれども、間違ってたらね、コメントで教えてくださいね、アルファズの皆さん。さあ、今の声なんですけど、声の多くをですね、鼻に入れるっていう風な発声方法を使っています。鼻腔共鳴っ
って言われる種類の声質なんですけど、これを使うことによってですね、声質全体が可愛らしさだったり、声質の綺麗さ、そして声質とはまた違う話なんですけれども、高い声を出す時のですね、アプローチをかけるために鼻腔共鳴使ったりします。で、こちらもですね、全体的にちっちゃいつを入れてリズムを強調するというよりも、全体的にスタッカートと言われる言葉をですね、短く切るっていうテクニックを使っていますね。じゃあ次いきますよ。やっぱりね、XG のラップはですね、もう体がね、自然に動いてしまうぐらい、リズム感がですね、すごいんですよね。これは先ほど言ったフレーズにですね、ちっちゃいつを入れたり、音のね、強弱だったりを素晴らしく表現しているっていうところと、あとリズムの取り方なんですけど、タン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 、こういう感じのテンポ感ですよね。で、今手を叩いているリズムを表のリズムって言います。日本に住んでる方のほとんどの方がですね、このリズムでリズムを取るんですけど、ただこういう風にリズムを取って歌を歌ってしまうと、ああいったね、体が自然に動いてしまうようなリズム感っていうのが出てきません。じゃあどうするかっていうと、タンタンタン、ここのテンポに対してタン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 みたいな、パン、パンっていう風に裏のリズムと言われる今みたいな感じのリズムの取り方で歌うと自然とですね、歌に躍動感が生まれてくるんですね。今の話聞いてね、気になった方はぜひね、カラオケとかで試してくださいね。じゃあ次いきますよ。うわ、いやー、かっこいいね、ココナさん。この口がね、片方だけこう上がる、このね、表情の表現。めちゃくちゃクールですよね。海外のね、アーティストとかがよく使う表情の作り方だと思うんですけど、いやー、めちゃくちゃかっこいい。ちょっとね、そのシーンもう一回戻して見てみていいですか？かっこいいなー。じゃあ行きますよ。ほら。このね、絡みですね。金髪の子が、ひなたさんかな？今のね、シーンがこう、パッ、パッ、パッっていう風にね、変わっているところがすごく素敵でしたね。じゃあ次行きますよ。今の子がハービーさんですよね。声がね、ものすごく特徴的で、そしてね、すごく可愛らしいラップを歌う女の子。もう一回聞いたらね、あの声覚えてしまうっていうぐらい個性がね、強調された歌声だと思うんですけど、この声もですね、鼻腔共鳴を強めに使ってる声なんですね。もう鼻声のニュアンスが出てしまうぐらい声をですね、鼻の方に持っていって歌っていると思います。じゃあ次いきますよ。柔らかいね、ちささんの歌声。素敵ですよね、やっぱりね。パワフルな歌声からね、こういうね、ふわっとした歌声まで本当に表現の幅が広いと思います。で、この音域、女性でもね、そこまで高くない音域だと思うんですけれども、すごくね、こう柔らかい声質だと思うんです。この声どうやって出しているのかというと、いつもね、XG の歌声解説動画で僕が言っているミックスボイスという声です。ただ、地声感の強いミックスボイスではなくて、裏声をベースとしてそこに地声の成分をプラスしていくっていう、そういう感じのですね、ミックスボイスです。なので、うっすらと息の音が混ざっているっていうかね、こう空気感が伝わってくるような優しい歌声ですよね。いや、ミックスボイスって歌の中で1、2を争うぐらい習得の難しいテクニックなんですよね。それをね、優しく歌いたいときは裏声がメインで、そして力強く歌いたいときは地声をメインでみたいなね、使い分けられるっていうのがもうね、これもう凄まじいですよ。じゃあ次いきますよ。うわ、エッジボイス。ラララララララみたいな感じで、最初は裏声。で、地声っぽく聞こえているところは、先ほど言った裏声成分が多いんだけど、地声成分も混ざっているみたいなね、感じのミックスボイスだと思います。じゃあ次いきますよ。で、裏声もミックスボイスのところも両方ともうっすらですけど鼻腔共鳴の成分をですね混ぜることによって
声質の美しさっていうのを表現してるんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあ次いきますよ。声がね、可愛いですよね、ジュリアさんの声質ね。すごくね、こう、癒しの成分がね、こう、滲み出ている声質だと思うんですけど、で、ジュリアさんの歌声もですね、先ほどのチサさんと一緒で、基本的には、裏声からミックスボイスっていう風な流れでフレーズを作ってるんですけど、じゃあチサさんとどういう風なところが違うかというと、鼻腔共鳴の響きがですね、チサさんよりも多めに歌声に混ざっています。そしてそれプラス頭を響かせた声質、頭部共鳴。英語ではヘッドボイスだったり、スーパーヘッドボイスっていうね、この2種類の声質をまとめてね、頭部共鳴って言ったりするんですけど、そちらをですね、うまく声に混ぜていますね。いやー、素晴らしいですね。みんなすごい。これどんな練習してるんだろう。そしてどれだけの時間歌に費やしているんだろうっていうふうに思っちゃいますよね。もうね、努力の背景が見えてきますよね。素晴らしすぎます。次いきますよ。サビ前に止めますよ。で、今途中からリズムがドッドッドッドっていう風にテンポアップしてる感じになってるじゃないですか。このテンポアップしてるタイミングでですね、ジュリアさん実はリズムの取り方を変えてるんですよね。前半は先ほど言ったうったんうったん、このリズムでね歌ってると思うんですけど、途中からタタターっていう風に倍のテンポでリズムをとって歌っています。そうすることによって歌のフレーズ自体にですね、スピード感が生まれてくるんですよね。いやー、細かいところまで徹底してますよね。次いきますよ。サビのね、雰囲気がものすごくおしゃれですよね。このね、曲の構成、まあその専門用語なんですけど、音楽っていうのはコード進行っていうものによって曲のね、ベースが決まってきます。コード進行っていうのは例えば1番、4番、3番みたいな感じで、そういう風になんか使われる音がですね、こう繋がっていくものをコード進行って言って説明が分かりにくいですね。すいません。アコースティックギターの伴奏とか、ピアノのね、弾き語りとかの伴奏とか、あれも全部そのコード進行があって、それをこう弾きながら歌うことによって曲がどんどんね、進行していったりするんですけど、で、このシューティングスター、どのような曲の進行になってるかというと、リズム的な部分は R&B だと思うんですけれども、そのね、曲で使われる音の進行、こちらがですね、ボサノバって言われるジャンルでですね、よく使われている音の進行なんですよね。だから全体的にすごく優しい雰囲気があるし、そして全体的におしゃれだし、ボサノバと R&B のね、融合みたいな感じの曲ですよね。ほんと素敵すぎますね。次いきますよ。いいね、優しい。全員で歌ってるっていうのもね、なんかエモいですよね。でも全員じゃないのかな。今ね、パッと見た感じね、全員だと思ったんですけど、これ音源の方だと全員で歌ってないような気がしたんですけど、音源の方も全員で歌ってるんですかね。ここ数日ね、シューティングスターは僕はもうね、エンドレスリピートでね、聴いてるんですけど、原曲をね、聴いて、ザ・ファーストテイクではどういう風な変化があるのかっていうところもね、知りたくて、ここ数日はですね、シューティングスターずっと聴いてて、で、ちょっとね、違う曲を聴きたいなと思ったら、最新曲のね、サムシング・エイント・ライト聴いたり、ウォークアップを聴いたりね、ラップの曲ですけど、アルファズの皆さんからね、おすすめしていただいた曲に関しては、もう片っ端からね、もう聴いてるんですけど、最近はですね、シューティングスターをね、多めに聴いています。じゃあ次いきますよ。うわー、素敵ですね。尊い。めちゃくちゃ可愛いですね。いや、すいません。もう全然歌声解説から離れてしまった。なのでね、歌声解説に戻っていきたいと思うんですけど、全員で歌っているからね、声の出し方とか、使っているテクニックとか、そういうのは説明しづらいんですけど、ただ、ものすごいところがありまして、全員が全員ね、一糸乱れずっていうぐらい完璧に揃ったリズムで歌ってるんですよね。音の長さもここからここまでっていうのも全員一緒。音が切れるタイミングも全員一緒だし、音が始まるタイミングも全員一緒。
ここまで揃えるのって相当ね、全体練習が必要になってくると思いますし、本当にね、もっと細かいことを言ったら、リズムの取り方はこういう風にみんなで揃えようとか、ここのフレーズの頭はしゃくって入ろうとかね、そういう風に一音一音単位でしっかりルールを決めて練習しないと、ここまで完璧に揃わないのに、多分そういう練習してるってことですよね。いや、すごいですよね。次行きますよ。ほら。わあ。いや、ココナーさんがね、すごくクールで素敵ですね。で、僕、XG に関しては、割とね、最近推し始めたというか、本当はね、マスカラのダンプラから XG に関しては知ってるんですけど、本格的にね、推し始めたのはここ2週間ぐらいなんですよ。なのでココナさん最近髪がベリーショートじゃないですか。だからね、このね、髪が長いココナさんもすごく素敵ですね。魅力たっぷりです。次いきますよ。マヤさん、すごくね、はっきりした力強い声ですよね。音を全体的に腹筋で一音一音出してるような、そんなニュアンスを感じました。歌の基礎的な部分がめちゃくちゃハイレベルな位置にあるっていう証拠なんですけど、そして腹筋が使えているっていうことは、呼吸法も完璧なんですよ。歌で使う呼吸法は腹式呼吸って言うんですけど、本当に基礎がしっかりしているからこそ、その上に乗ってくるテクニックだったりが全くブレることなく安定してね、歌を歌うことができるというところにつながるんですけど、いや、すごいですね。次いきますよ。ほら。うわー、かっけーかっこいいね。言葉もね、すごく聞き取りやすいですよね。途中早口のところとかもあったけど、一音一音ね、はっきりと発音してますもんね。いやー、やばいね。次いきますよ。なるほどね。口をものすごく大きく開けてるっていうところも言葉のね、輪郭がはっきりしてる理由の一つなんですよ。周りのメンバーに比べてね、口を大きく開けてますもんね。いや、でもね、あそこまで早口の言葉を、あそこまで口を大きく開けて歌ってよく歌えるなっていうふうに僕は思います。やっぱ口大きく開けると、次の言葉の口を作るまでのその時間が長くなっちゃうじゃないですか。だから早口の言葉っていうのは口をあまり開けないっていうのがセオリーだったりするんですけど、いや、すごいね。次行きますよ。かっこいいね。すごくハスキーな感じですよね。声全体的に息の音が混ざってるというか、これウィスパーボイスで作ってるんじゃなくて、元々の声質なのかな、このね、ハスキーな感じ。すげえクールですね、やっぱりね。超かっこいい。超かっこいいですよ。いやー、素敵だな。次行きますよ。素の感想がね、今日はいっぱい出ちゃってますけど、ちょっと戻していきますね。じゃあ流しますよ。この部分がすごく先ほど言ったハービーさんの声質のね、説明、わかりやすい部分だと思うんですけど、鼻声のニュアンスが声に乗ってくるぐらい鼻腔共鳴中心で声を作ってるっていう感じ。ななななみたいな。僕がやると全然ね、可愛くないですけど、なんかちょっと鼻声のニュアンスが伝わればいいかなと思って今ね、実際やってみて、ちょっと恥ずかしいですね。せっかくなんでね、ちょっと戻して聞いてみましょうか。ハービーさんのね、その鼻声のニュアンスが声に乗っている声質、ちょっと聞いてみてください。いきますよ。ほらほら。もう本当に鼻8割ぐらいで声を作ってるみたいなニュアンスだと思います。それがね、またね、めちゃくちゃ可愛いんですけどね。いいな。今日は可愛いしか言ってない気がする。いや、本当に可愛いですからね、XG。次いきますよ。ふわっいや、かわいいね。もうね、ただのファンになってしまいましたね。ボイストレーナーのね、解説要素ゼロみたいな感じですけど、アルファズの皆さんすいません、許してください。もうね、XG が大好きになりすぎて、もうそれね、可愛いところ見つけちゃうとね、テンション上がっちゃいますね。じゃあ次いきますよ。
セクシーですね。ここ数回の XG のリアクション動画だったり、歌声解説動画はね、毎回ちささんがね、登場している動画だと思うんですけど、声の表情のバリエーションがですね、素晴らしいっていうね、もう驚くぐらい多いじゃないですか。今回もね、このセクシーな感じがたまらないですよね。次いきますよ。すいません。ちょっとね、中途半端なところで止めてしまったんで、次ね、もう一回戻して流そうと思うんですけど、今回はちょっとね、裏声のところが、1番の時よりも息の音が多く出てるかなというふうに思います。すごくね、こうね、耳元で囁いているような雰囲気が、増幅しているようなね、感じがするんですけど、それがね、たまらないですね。じゃあすいません。戻して、もう一回聞いてみましょう。ほら。ね、裏声のところがすごくこうね、空気感がたっぷりな声。で、地声要素が含まれたミックスボイスのところになって、こうね、落ち着いて聞けるみたいなね、そういった表現の仕方だったんじゃないかなというふうに思います。じゃあ次、ジュリアさんのところ行ってみましょうか。いきますよ。一回止めますね。ここはちささんとジュリアさんで声の使い方を打ち合わせたのかな。なんかね、テーマを一つ決めてこういう感じで歌おうみたいな。基本的な歌の表現方法がすごくね、近いものがあるかなっていうふうに思ったんですけど、ただね、もともと持っている声の魅力が二人ともやっぱりね、違うものだから、全く違うような感情がこうね、伝わってくるかなっていうふうに思うんですけど、いや、何はともあれ素晴らしすぎますね。いやー、たまらんわ、これは。次いきますよ。ほら。ここね、さっきと一緒ですね。テンポアップしてるところでリズムの取り方をまたね、こう早くして、サビのね、入りにつなげてあげるっていう風な盛り上げ方をしてるんですけど、この部分ね、さっき説明だけで聞き直さなかったからね、あまりピンとこない方、もしかしたらいるかもしれないんで、ちょっとね、もう一回戻して確認してみましょう。ここから、ほら。こう多分説明をされてから聞くと分かると思うんですけど、リズムがこうカン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 っていう風にアップしたところで歌のスピード感が若干上がってるような雰囲気が出てると思うんですけど、これがですね、リズムの取り方を変えたことによって生まれた雰囲気です。じゃあ次いきますよ。いや、これね、全員歌ってるわけじゃないんですね。ボーカルメインメンバーが歌ってんのかな？今確認したらね、歌ってない子たちがいましたね。ココナさんとかね、マヤさんとか歌ってなかったですよね。じゃあ次いきますよ。あれ？ボーカルメインメンバーが歌ってるってわけでもないんですね。今ね、ジュリアさんも歌ってなかったですね。どういう割り振りなのかな？知ってるアルファズの方、もしいらっしゃいましたら、コメントでね、教えてくださいね。じゃあ次いきますよ。なるほどね。3人ずつとかで分かれてんのか。今のフレーズ、ジュリンさんとジュリアさんとハービーさんが歌うっていう感じになってますもんね。そういうことね。なるほど。確かにね、サビ全員で歌ってしまったら、声のね、音圧が強すぎて盛り上がりすぎちゃうかもしれないですね。3人ぐらいがちょうどいいかもしれないです。そういうのを考えてのね、メンバーの割り振りだったのかな。次いきますよ。どんどんハマってます僕 XG に。もうね、好きだねもう恋心に近いかもしれない。これは本当に好きだね。なんかそういう気持ちにさせてくれる魅力がありますよね。 XG って本当に素敵すぎますね。こういう風にね、思う方がね、世界中でね、どんどん増えてるからね、 XG の人気はね、これからどんどんうなぎ登りですよ、きっと。そう信じてます。次いきますよ。ちささんかな、やっぱり。すごくね、こう大人っぽいセクシーな感じが出てますよね。この部分は地声を中心に声質を作っているポイントかなというふうに思います。だいぶね、女性の音域では低い方の音域に該当するフレーズだと思うんですけど、そうなってくるとやっぱりね、チェストボイスって言われる地声の成分、肺の中の声の響きなんですけど、こちらがね、使いやすい音域になってます。人のね、声の性質をうまく使った自然な歌声、そこに
大人の雰囲気をね、こううまく乗せた最高のね、シーンだと思います。次いきますよ。素敵だ。素敵だ。超素敵だ。いやー、やばいね、これはね。で、ちささんが地声を中心に声作りをしたのに対して、今のジュリアさんはですね、ミックスボイスですね。音域がちょっと上がったことによって、今度は逆に裏声の成分とかが使いやすい音域になったので、ミックスボイスを使ったのかっていう風に僕は推測するんですけど、で、一番高いところは裏声の成分がすごく多くなっているので、ミックスボイスというよりも裏声って言った方がいいのかなっていう風な声質だと思うんですけど、すごくね、繊細で素敵な歌声ですよね。次いきますよ。日向さんの歌声もね、大人っぽくてね、すごく色気がありますよね。で、この色気が出ている理由の一つとしては、フレーズの合間で入ってきたエッジボイスというテクニック。この音ですね。この音をフレーズの最初だったり真ん中に入れてあげることによって、この切ないような雰囲気が表現されます。次いきますよ。さっきのね、大人っぽい雰囲気から今度ね、すごく美しい歌声に変わりましたよね。これなんですよね、ちささんのね、表現力の凄さ。本当にね、尊敬しますよ。次いきますよ。綺麗。すごい綺麗な声ですね。もうね、ホイッスルボイスって言ってもおかしくないぐらい綺麗な声ですよね。音域も高いしね。で、ホイッスルボイスに関してはですね、僕が使うことができないので、皆さんにね、原理を説明してあげることができなくて申し訳ないんですけど、知識として知ってることを皆さんにご紹介するとしたら、ここにね、声帯っていう器官があります。2枚のね、筋肉のひだがこういう風に、これね、喉のこの空間を上から見たいです。で、これがこうね、グリ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 ってなることによって、声の元を出すんですけど、この声帯が触れてる面積が多ければ多いほど地声によります。で、触れてる面積がこう少なくなっていけば少なくなっていくほど裏声になっていくんですけど、ホイッスルボイスっていうのは本当に声帯のこのね、ピンポイント一部分だけが当たっているような状態で出している声のことをホイッスルボイスというらしい。僕もね、今ね、いろんなね、ところで勉強して、使えるようにね、特訓している最中なんですけど、ただ情報がね、ありすぎて、ホイッスルボイスは息を吸って声を出すんだよっていう風な情報もありますし、いやいや、声を吐いて喉の使い方だよっていう風な情報もあるし、とりあえずね、片っ端から試してみて、自分の中でね、こう正解を見つけるっていう段階で今いるんですけど、これがね、なかなかね、まだ見つけられてなくて、すいませんね、歌声分析なのに、皆さんにね、説明ができなくて。こちらもね、僕ができるようになったら皆さんにね、ホイッスルボイスを出している時の体の状態だったり、息の状態、そして声を出すイメージ、この辺までね、説明したいと思いますので、気長に待ってください。今の段階ではね、全くできる気がしないです。それぐらいね、難しいテクニックだと思います。なのでね、ジュリアさんはものすごいテクニックを使ってるんだよっていうことを知っていただけたらなというふうに思います。じゃあ次行きますよ。最後のサビはね、ジュリアさんが上でこうフェイクをして盛り上げるっていう感じなんですね。で、最後のハイトーンのタタタタタタっていう音、すごくね、こうね、本当に鋭い感じの声質がめちゃくちゃかっこよかったですよね。可愛らしい声質とかっこいい声質を両方持っているジュリアさん。これ最高すぎません？かっこよさと可愛さ。で、場面場面によって使い分けられるんですよ。もう好きにならないわけないじゃないですかね。いやー、素晴らしい魅力です。次行きますよ。いやー、ちょっとね、すいません。気持ちが抑えきれなくて止めてしまいました。いやー、素敵すぎますね。今、ちゃんとマイクに声入りましたから、今、素敵すぎますねっていう風に言いました。たまにね、編集して音声聞き直してみると、はっきり喋ったつもりでもね、うまくこう声がマイクに乗ってないとか、そういうことがあるっていうことに気づいて、不安に思ったらちょっとね、言い直すようにしました。
今がまさにそのタイミングです。いやー本当に素敵ですね。もうね XG の歌がね終わってしまうっていう寂しさがあってですね、ちょっともうね気持ちが高ぶってしまいました。すいません。では残り時間短いですが聞いていきたいと思います。いきますよ。あ、終わっちゃった。残り時間短いですが、なんて言ってね、もうワンフレーズしか残ってなかったですね。うわ、寂しい。寂しいな。そういう風にね、思ってしまうぐらい魅力たっぷり、そして凄まじくて、ものすごい歌声でした。XG シューティングスターザ・ファーストテイク歌声分析していったわけですけれども、すいません。もうね本当に XG が大好きになりすぎて、もう半分以上ファン目線の感想でしたよね。すいません。本当に歌声分析とか言ってあまり歌声分析できてなかったんじゃないかっていうね不安が残ってしまうような動画の内容だったと思うんですけど、どうでしたか？歌声についてうまく伝わったかな？その辺のね感想なんかもコメントで教えていただけたらなというふうに思うんですけど、いやーここね数日、XG を知ってからもうずっとそうかな。もうねいろんな曲を先ほどもね歌声分析してる最中に言ったと思うんですけど、 XG のねいろんな曲を最近聴いてるんです。曲を聴けば聴くほどですね、もうどんどん好きになっていっている自分がいて、あ、これはもうハマりすぎてやばいなっていう状態なんですけど、だから多分ね今僕が XG のまたね違う曲の歌声分析をしたら多分ね相当細かいところまで皆さんに説明すると思います。それか気持ちが高ぶりすぎてさっきみたいにねちょっと恥ずかしい一面を見せてしまったりとか、そういう感じになってしまうと思うんですけど、そのぐらいね僕今 XG 大好きです。なのでねこちらの鶴さんのラポネボーカルルーム、しばらくは XG のですね他にまだ歌声解説していない曲だったり、まだまだねアルファズの皆さんからいただいているリクエスト曲ありますので、そちらの歌声分析動画をですね随時公開していきたいと思っておりますので、アルファズの皆さん今後ともよろしくお願いします。それでは今回の動画この辺で終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではではボイストレーナーの鶴さんでした。